1998年7月25日、和歌山県の夏祭りで振る舞われたカレーにヒ素が混入され、4人が命を落とし67人が苦しんだ事件があったのだ。それが和歌山毒物カレー事件よね。平和なはずの夏祭りが突然地獄に変わったなんて信じられないわ。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件では逮捕された林誠澄が今も無実を訴え続けており、死刑判決の根拠となった証拠の信頼性が今なお強く問われているのだ。自白もなく目撃者も曖昧で、それでも死刑が確定しているのよね。そして25年以上経った今も動機は全く解明されていないのだ。なぜ地域の夏祭りのカレーにヒ素が入れられたのか、答えは誰も持っていないのだ。被害者のご遺族はずっとその答えを待ち続けているのよね。今回はこの事件の全貌を丁寧に追いながら、後半では僕とメタンで本当に誠澄が犯人なのか、そして動機は何だったのかについて深く考えていくのだ。証拠の中身や裁判の経緯も含めてしっかり整理していくわよ。日本の司法史に残るこの事件にはまだ語られていない問いがたくさん残っているのだ。冤罪の可能性と、もし真犯人がいるとしたらという視点も外せないわよね。僕たちなりの見解もしっかりお伝えするつもりなのだ。最後まで見てほしいのだ。難しいテーマだけど一緒に考えていきましょう。チャンネル登録とコメントもしてもらえると僕たちの励みになるのだ。感じたこと、気になったこと、ぜひコメント欄に書いてほしいわ。それでは事件の詳細に入っていくのだ。しっかりついてきてね。1998年7月25日、和歌山県和歌山市園部の静かな住宅街で前代未聞の事件が起きたのだ。夏祭りのカレーに毒が混入されたって話ね。一体何人が巻き込まれたの？カレーを食べた67人が急性ヒ素中毒を発症し、そのうち4人が命を落としたのだ。これほど大規模な毒物混入事件は日本では前例がなかったのだ。67人も被害者が出たなんて想像するだけで恐ろしいわ。舞台となったのは地域住民が毎年楽しみにしていた自治会主催の夏祭りだったのだ。子供から高齢者まで集まるごく普通の地域行事だったのだ。誰もが安心して参加するはずのお祭りでそんなことが起きたのね。亡くなった4人の中でまず自治会長の谷中隆久さん64歳について触れなければならないのだ。祭りの準備を率先して進めてきたまさにその人が最初に倒れた一人だったのだ。地域のためにお祭りを支えてきた方が犠牲になったなんてあまりにも理不尽ね。副会長の田中孝明さん53歳も同様に自治会の運営を長年支えてきた人物だったのだ。地元の住民によると田中さんは今年も良い夏祭りにしようと当日張り切っていたそうなのだ。役員として頑張っていたのにそれが命取りになってしまったわ。そして胸を締め付けるのが私立海地高校1年生だった鳥居みゆきさん16歳の存在なのだ。両親と一緒にお祭りに参加し友人たちと楽しそうにカレーを食べていたと伝えられているのだ。16歳の女の子が夏祭りのカレーで命を落とすなんて言葉が出ないわ。さらに友好小学校4年生だった林大輝くん10歳も犠牲になったのだ。家族と参加したお祭りで子供らしくカレーをおかわりしようとしていたと近隣住民が語っているのだ。10歳の子供が楽しいはずのお祭りで命を奪われた。その場にいただけなのに。4人に共通するのはその場にいてカレーを食べた、ただそれだけの理由で命を失ったという事実なのだ。誰一人狙われる理由がなかったのだ。これほど理不尽な死があるかしら。本当に許せないわ。ではこの事件の被疑者として後に逮捕された林誠澄という人物について詳しく見ていくのだ。彼女がどんな人物だったのか気になるわ。林誠澄は1961年生まれで事件当時37歳だったのだ。夫の林健二と共に和歌山市園部の住宅地に暮らし自治会の一般の班長を務めていたのだ。表面上は普通の主婦として地域に関わっていたのね。ところが林夫妻の実態は複雑だったのだ。夫の健二はシロアリ駆除業を営んでおり誠澄はその保険金詐欺に深く関与していたと捜査の過程で明らかになっていくのだ。保険金詐欺？事件の前からそういう問題があったのね。健二は複数回にわたってヒ素中毒を発症したとして保険金を受け取っていたのだ。近隣住民の間では林家に関する噂がじわじわと広まっていたと伝えられているのだ。ヒ素中毒で保険金を受け取っていたということは以前からヒ素が身近にあったということ？まさにその点が後の裁判で争点になるのだが、その話は順を追って説明するのだ。誠澄は地域の中で孤立しつつあったのだ。どういうことかしら。カレーが調理されていたガレージでは調理中の主婦たちの間で林宅から用水路にゴミが投棄される、夜中にピアノを弾くといった苦情が話題になっていたのだ。つまりお祭り当日も誠澄さんへの不満は地域に漂っていたのね。誠澄と地域住民との関係は表向き普通に見えていたが水面下では亀裂が生じていたのだと当時を知る住民は語っているのだ。地域の中で居場所を失いかけていたということかしら。ただ重要なのは誠澄が担当した見張り番
の時間帯こそが毒物混入の機会として捜査対象になったという点なのだ。見張り番というのはカレー鍋のそばにいる役割のことよね。そうなのだ。当日のカレー鍋の管理は班ごとに1時間交代で行われており、誠澄は午後0時20分から1時頃までの約40分間を担当していたのだ。たった40分間は事件の鍵を握っているということね。警察は事件後、当日の人の動きを1分刻みで再現し、カレー鍋に近づける機会があったのは誠澄だけだと結論付けたのだ。でもそれだけで犯人と断定できるのかしら。その疑問は非常に重要なのだ。この点については後の仮説パートで深く考えることにするのだ。まずは事件当日の経緯を丁寧に追っていくのだ。そうね、まずは事実から整理していきましょう。1998年7月25日の朝、誠澄は6時半から8時半頃まで入院先の病院で精密検査を受けていたのだ。一方ガレージでは8時半から不十数名がカレーの調理を始めていたのだ。朝のうちは病院にいたということは調理には参加していなかったのね。午後12時頃には調理がほぼ完成し、夏祭りが始まる午後5時50分まで班ごとの交代制で見張りが続いたのだ。炎天下の中、鍋は数時間にわたってガレージに置かれていたのだ。真夏に数時間放置されていたカレー鍋の周辺を複数の人が出入りしていたのね。午後3時頃、カレー鍋は隣の夏祭り会場に運ばれたのだ。そして午後5時50分、祭りの開始と同時に参加者への配布が始まったのだ。普通のお祭りの風景がこの後一変するのよね。この後、事態は急転するのだ。午後6時5分、カレーを食べた住民が突然激しく嘔吐したのだ。その声を合図にするかのように、次々と気持ちが悪い、腹が痛いと訴える人が会場に続出したのだ。会場内には食べたらあかんという叫び声が飛び交い、祭りのにぎわいは一転してパニックの修羅場に変わったのだ。倒れた人を助けようとする人、泣き叫ぶ子供、立ちすくむ大人、至る所で助けを求める声が上がったのだ。救急車が次々と呼ばれ、67人が病院へと搬送されたのだ。その中には先ほど紹介した谷中さん、田中さん、鳥居さん、林大輝くんも含まれており、彼らは懸命の治療も届かず命を失ったのだ。最初は食中毒として処理されかけたが、発症の速さと症状の深刻さが専門家の注目を集めたのだ。あの祭りの雰囲気がそんな地獄に変わったなんて本当に言葉もないわ。当初の捜査では青酸化合物が疑われ、青酸化合物による無差別殺人事件として捜査本部が設置されたのだ。最初はヒ素じゃなかったのね。8月に入って警察庁の科学警察研究所が4人の遺体を再分析したところ、死因はヒ素中毒と確定されたのだ。カレーの残留物からもアヒ酸が検出されたのだ。アヒ酸、つまりヒ素の化合物が使われていたということね。アヒ酸はシロアリ駆除料などで使用される工業用薬品で、無味無臭に近く、カレーのような濃い食品に混ぜると気づかれにくいのだ。わざとそういう毒物を選んだということを計画的だということよね。捜査当局も同様の見解を持ち、林誠澄の家宅捜索でアヒ酸を含む薬品が発見されたことから、捜査の矛先は彼女に向かっていくのだ。証拠が見つかったということね。でもそれだけで全てが解明されたわけではないわよね。捜査当局が林誠澄に注目したのは、カレー鍋に最も近い立場にいたという事実だけではないのだ。他にも理由があったということ？実は林家では以前から夫の検事がシロアリ駆除業を営んでおり、アヒ酸を業務で扱っていたことが判明しているのだ。そして自宅からは複数の容器に入ったアヒ酸が押収されたのだ。業務で使っていたとはいえ、自宅に大量の毒物があったということね。さらに捜査を進める中で、林誠澄が見張り番を務めていた時間帯に、カレー鍋の蓋を開けて中をかき混ぜるような行動をしていたという複数の目撃証言が浮かび上がってきたのだ。目撃者がいたということ？それは大きな証言ね。1998年12月9日、林誠澄は保険金詐欺の疑いで先に逮捕され、その後1999年10月4日に和歌山毒物カレー事件の殺人容疑でも正式に逮捕されたのだ。詐欺での逮捕が先だったのね。実は林家では検事がシロアリ駆除業の保険金詐欺に関わっており、誠澄も共犯として詐欺で起訴されているのだ。当局はこの保険金詐欺と毒物事件を関連して捜査していたとも報じられているのだ。つまりカレー事件だけじゃなく、家庭全体に不正の影が漂っていたということね。逮捕時、誠澄は報道陣のカメラに向かってホースで水をかけるという行動をとったことが大きく報じられ、世間に強烈な印象を与えたのだ。逮捕される前にカメラにホースで水をかけたの？この映像は繰り返しテレビで放映され、毒婦、異常な人物というイメージが広く植え付けられたのだ。だが後にこの報道が世論を誘導したと批判する声も上がっていくのだ。裁判前から犯人扱いの報道があったということで、それはおかしいわよ。誠澄は逮捕直後から一貫して無実を主張し、
カレーにヒ素を混入していないと述べ続けたのだ。自白は最後まで得られなかったのだ。自白もなく直接的な物証もないまま裁判が進んだということかしら。そうなのだ。動機も最後まで解明されなかったのだ。裁判所は動機は不明であるが証拠の総合的評価から犯行は林誠澄によるものと認められるとして有罪判断を下したのだ。動機が不明なのに有罪になったということ？ 2002年12月11日に和歌山地方裁判所が死刑判決を言い渡し、2009年4月21日に最高裁判所が上告を棄却して死刑が確定したのだ。現在も誠澄は大阪拘置所に収監され再審請求を続けているのだ。死刑が確定しても冤罪の可能性が消えていないということよね。弁護団は基礎鑑定の誤りや目撃証言の不確かさを根拠に再審請求を繰り返しているのだ。しかしこれまでのところ全ての請求が棄却されているのだ。それでも諦めずに訴え続けているのね。もし本当に冤罪だとしたらどれほど苦しいことかしら。さらに誠澄の長女が自ら命を絶ったことも報じられており、事件の影響は家族にも深く及んでいるのだ。子供たちまで苦しんでいるのね。本当にやりきれないわ。動機が解明されていないことはこの事件を今もなお謎として残し続けているのだ。なぜ地域の夏祭りのカレーに毒を入れなければならなかったのか、真相は誰も語っていないのだ。被害者の遺族にとってはなぜ大切な人が殺されたのかもわからないままということよね。それは本当に辛いことだわ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に考えたいのは動機が未解明のままという点なのだ。裁判でもなぜという問いに誰も答えられなかったという事実はこの事件の最大の謎だと思うのだ。動機がわからないまま死刑が確定しているってそれだけでも異常な事態よね。僕が注目するのは誠澄が地域の中でどういう立場に置かれていたかという点なのだ。カレー調理の場では近隣の主婦たちが彼女のゴミ投棄やピアノの騒音について不満を語り合っていたのだ。つまり祭りの準備をしている間も彼女は陰で批判されていた存在だったということよね。そうなのだ。誠澄は班長という役職を持っていたにもかかわらず地域の輪からは実質的に排除されていたと見ることができると思うのだ。表の顔と裏の評価が大きく乖離していたのだ。それは本人も感じていたはずよね。自分が孤立しているということを。誠澄と夫の検事は保険金詐欺で多額の収入を得ていたことが明らかになっているのだ。近隣住民とは生活スタイルも価値観も根本的にかけ離れていたと考えられるのだ。お金の稼ぎ方が違えば当然周囲との摩擦も大きくなるわよね。僕が思うのは彼女の人生の分岐点は詐欺によって成功体験を積んでしまったことだと思うのだ。ルールの外側で生きることへの抵抗感が薄れ、社会との接点がどんどん細くなっていったと考えられるのだ。一度そちら側に踏み込んでしまったら普通の生活には戻りにくいということよね。そして地域社会からの孤立がさらに深まると、その孤立を正当化するために周りが悪いという認識に傾いていった可能性があると思うのだ。敵意の矛先が地域全体に向いていったとも読めるのだ。でもだからといってカレーに毒を盛る動機になるかしら。孤立しているだけでは説明がつかない気がするわ。それはその通りなのだ。だから僕は孤立そのものよりも孤立を誰にも気づいてもらえなかったことが重要だと思うのだ。誰かが彼女の状況を問題として認識し介入していたら何かが変わったかもしれないのだ。もし地域の誰かが敵意ではなく関心を向けていたらという過程を考えると複雑な気持ちになるわ。そのもしは重要な問いだと思うのだ。班長という役を与えながら実際には仲間として扱わなかった地域コミュニティの矛盾が彼女の怒りを育てた可能性を否定できないと思うのだ。でも同時に彼女自身が詐欺行為を重ねて信頼を失っていったという側面もあるわよね。どちらか一方だけに原因があるわけじゃないと思うわ。その通りなのだ。外からの排除と本人の自己排除が螺旋状に絡み合っていったと考えるのが正確だと思うのだ。地域も彼女も互いに距離を取り続けた結果として最悪の臨界点を迎えたのだと思うのだ。そう考えると孤立の構造は誰か一人の責任ではないということよね。僕が特に気になるのは彼女が病院に精密検査を受けに行った後何の助けも求めずに夏祭りの見張り役として現れたという点なのだ。体調が優れない中でも役割だけをこなそうとしていた姿は深い孤立の中にいた人間の行動として読めるのだ。誰かに相談できる相手がいればその日は家にいたかもしれないわよね。その可能性は十分あると思うのだ。事件当日の彼女の行動を追うと孤立した人間が最後の接点として地域の場に現れたという構図が浮かび上がってくるのだ。でもそれがすぐにだから犯行に至ったという結論にはならないわよね。動機の謎はまだ解けないままだわ。僕はやっぱりこの事件の根底には社会との接続を失った人間が
最後に接続しようとした場所でその場所を壊したという構造があると思うのだ。私はちょっと違う見方をしてるけどね。犯行が本当に彼女のものなのかという疑問が先に来るから、動機の推論はその前提が揺らいでいる限り慎重に扱わなければいけないと思うわ。次に、誰でもよかったという心理構造について考えてみたいのだ。無差別に見える犯行でも実際には誰でもよかったわけじゃないことが多いわよね。そうなのだ。この事件で重要なのは、標的が地域の夏祭りという場だったという点なのだ。夏祭りという場そのものが標的になっていたということかしら。僕はそう思うのだ。近隣住民との関係が悪化していた林家にとって、夏祭りは自分たちを排除してきた共同体の象徴だったという見方ができるのだ。確かに調理中の主婦たちがボミトーキや夜中のピアノ演奏の話をしていたというエピソードがあったわよね。そういった日常的な摩擦が積み重なっていたとすれば、特定の誰かへの怒りではなく、地域ポリニキそのものへの怒りが向いていた可能性があるのだ。特定の人への憎しみじゃなくて、そのものへの敵意ということね。僕はこう思うのだ。人は特定の敵に向けられない怒りが溜まっていくとき、その怒りの受け皿として集合体を標的にすることがあるのだ。怒りの矛先が分散して結果として不特定多数への攻撃になるということを。そうなのだ。林家への地域の視線が徐々に孤立と敵意を生み出していたとすれば、その圧力が臨界点を超えた時、報復の対象が地域全体になるという構図は成り立つのだ。でもだからといって誰でもよかったとは言えないわよね。子供も自治会長も巻き込まれているのよ。そうなのだ。亡くなった鳥居みゆきさんは16歳、林大輝くんはまだ10歳だったのだ。その子たちが地域の象徴として標的になったとすれば、それは怒りの歪んだ肥大化でしかないのだ。10歳の子が大人たちの人間関係の犠牲になったなんてあまりにも理不尽だわ。谷中自治会長や田中副会長は地域の中心人物だったのだ。もし仮に地域ポリニティへの怒りが犯行の根底にあったとすれば、彼らは象徴的な標的になりうる立場でもあったのだ。そう考えると完全な無差別ではなく和と象徴への攻撃という側面もあるということね。僕はそう考えているのだ。誰でもよかったではなく、その場にいた全員が対象だったという方が正確な表現だと思うのだ。集団ごと消し去ろうとしたということかしら。恐ろしい発想ね。動機が解明されていない以上、これはあくまで一つの推論なのだ。ただ、地域との摩擦、孤立、敵意という要素が揃っていたことは事実として記録に残っているのだ。事実の積み重ねから見えてくる輪郭は確かにあるわよね。次に、なぜ事前に止められなかったかという問いに移りたいのだ。これは本当に重要な問いよね。4人の命が失われているのにどこかで防げなかったのかという疑問は拭えないわ。まず確認したいのは、事件以前に林家周辺で不審な症状が出ていたという点なのだ。林検事の保険詐欺に関連してヒ素によると思われる体調不良が複数の人物に出ていたとされているのだ。ということはカレー事件の前にもヒ素による被害の兆候があったということ？そうなのだ。にもかかわらず、それが毒物使用として捜査に発展せず、夏祭りの3時まで防げなかったのだ。事前に被害の兆候があったのに見逃されていたなんて、行政も警察も機能していなかったということよね。保険詐欺の捜査は別途進んでいたのだが、毒物使用の観点からの捜査が連携していれば、夏祭り前に危険性が浮上した可能性があるのだ。縦割りの捜査体制が情報の横断的な共有を妨げていたということかしら。僕はそう思うのだ。詐欺事案と毒物事案が別々のラインで扱われていたとすれば、全体像が見えにくくなるのは必然だったのだ。でも被害の兆候が出ていた人たちは誰かに相談しなかったのかしら。そこが重要なポイントなのだ。近隣住民が林家を怖いと感じていても、それを公的機関に訴えることへのハードルが高かったという状況が背景にあったと考えられるのだ。地域で孤立させながらでも怖くて誰も声を上げられないという矛盾した状況ね。地域ポリニティが排除の圧力をかけつつも、その圧力の源に公的介入を求める行動には至らなかったのだ。日本社会特有のことを荒立てたくないという心理も働いていたかもしれないのだ。我慢して済ませようという空気が危機のサインを見えにくくしていたということね。そしてもう一つ見逃せないのは報道の問題なのだ。事件後に200人以上のメディアが現地に殺到し、林誠澄をまるで確定的な犯人のように報じ続けたのだ。裁判が始まる前から犯人扱いの報道が続いたということよね。それは公正な裁判を妨げる要因になりうるわ。世論が固まってしまえば、裁判所もその空気から完全に切り離されることは難しいという現実があるのだ。つまり過熱した報道そのものが冤罪リスクを高めた可能性があるということを。その可能性を否定できないのだ。犯行を止める SOS が機能しなかっただけでなく、
犯人を特定するプロセスにも社会的な圧力がかかっていたと見るべきだと思うのだ。捜査の段階でも司法の段階でも社会の空気が歪みを生んでいたということね。僕が最も問題だと思うのは、毒物の同一性を示すとされた鑑定結果の信頼性に複数の専門家が疑問を呈しているにもかかわらず、司法がその疑問を正面から取り上げてこなかった点なのだ。鑑定の信頼性に疑問があるなら、それは裁判の根幹を揺るがす問題よね。なぜ再審が認められないのかしら。日本の再審制度は確実な新証拠がなければ門が開かない構造になっているのだ。疑問があっても不十分として退けられてきたのだ。疑いがあっても覆せない制度なら、それは正義と読めないわよ。僕はやっぱりこの事件が問いかけているのは、個人の犯行の真偽だけでなく、社会が危機を見逃すメカニズムと司法が誤りを正せない構造の両方だと思うのだ。私も同じ思いよ。4人の命が失われた事実は変わらない。でも誰が本当にその責任を負うべきなのか、まだ答えは出ていないわ。というわけで今回は1998年の和歌山毒物カレー事件を解説したのだ。どうだったメタン？改めて聞くと本当に重い事件ね。4人の命が奪われた事実と今も続く冤罪の可能性、どちらも目をそらせないわ。仮説パートで話した司法の構造的な問題については私も強く考えさせられたわ。亡くなった谷中隆久さん、田中孝明さん、鳥居みゆきさん、林大輝くんの4人はただ地域の夏祭りでカレーを食べただけだったのだ。その命の重さを忘れてはいけないのだ。あの夏の日に笑っていたはずの人たちが理不尽に命を奪われたのよね。遺族の方々の悲しみは今も続いているのだと思うわ。遺族たちは今も真相解明を求め続けているのだ。なぜ家族が死ななければならなかったのかという問いにまだ誰も完全な答えを出せていないのだ。遺族の方々がその問いを諦めずに発信し続けていることがこの事件を風化させない力になっているのよね。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。